皆さんこんにちは。この動画ではゆっくりとした速度で話をしています。YouTube の設定を使って再生速度と字幕を調整してご覧ください。ここは西武新宿線の本川越駅の前です。この辺りには神社やお寺がたくさんあります。今日は縁結びの神様で有名な川越氷川神社へ一緒に行ってみましょう。川越氷川神社は1500年以上の歴史を持つ神社です。夏には1500個の風鈴が吊るされることでも有名です。インスタグラムでは日本人にも人気の場所です。神社内には良い縁を願うお守りやおみくじが並んでいます。川越の街並みを楽しみつつ神社に着くまで歩きながら縁についてお話しします。縁とは人と人との出会いや物事との関わり合い、つながりのことです。昔から出会いは神のお導きと考えられ、縁結びとして大切にされてきました。初めて会った友達と仲良くなった経験はありますか？それは神様があなたと友達を結びつけてくれた縁結びです。好きな本や音楽に出会った経験はありますか？それもあなたと好きなものとの縁が結ばれた瞬間です。初めて会ったのになぜか懐かしいと感じたり、心が通じ合うような感覚になったことはありませんか？それはあなたと相手との間に特別な縁があったからかもしれません。日本では運命の人と見えない赤い糸で結ばれていると表現されることがあります。二人が離れていても、この赤い糸が特別な縁や運命をつないでいるという意味です。神社には縁結びの神様がいらっしゃいます。人々は良縁を結んでほしいと願い、神社にお参りします。赤い鳥居が見えますか？この大きな門のようなものを鳥居と言います。鳥居をくぐる前に一礼します。鳥居をくぐったら参拝をする前に身を清めます。参拝とは神社やお寺に行って祈ることです。身を清めるとは心や体をきれいにすることです。ここで身を清めます。ここは手水舎と言います。手水舎では作法があります。
その手順をお話しします。まず、手水舎にある柄杓を右手で持ちます。次に、柄杓に水を汲んで、左手を清めます。それから、柄杓を左手に持ち替え、右手も清めます。そして、柄杓を右手に持ち替え、柄杓に口をつけずに、左手のひらに水を受けて、口をすすぎます。そして、もう一度左手を清めます。最後に、柄杓を立てて、残った水で、柄杓の絵を清め、元の場所に戻します。これは、手水舎で手を洗って、口をすすいで、心身をきれいにしてから、神様にお参りをする、ということです。手水舎で、お清めを済ませたら、神前に進み、お参りします。次は、お参りの作法をお話しします。最初に、賽銭箱にお金を入れます。それから2回深くお辞儀をします。次に、胸の前で両手を合わせて2回手を打ちます。その後、手と手を合わせて祈ります。最後にもう一度深くお辞儀をします。あれは絵馬と言います。絵馬は神様に願いを伝えるための木製の板です。願い事が書かれた絵馬が結びつけられたトンネルがあります。絵馬は神社に奉納すると言います。昔、神様は馬に乗って現れると考えられていました。そのため、神様への感謝や願いを込めて馬を捧げる風習がありました。しかし、本物の馬を捧げるのは難しいことから、次第に馬の絵を描いた板を奉納するようになりました。これが絵馬の始まりです。時が経つにつれて、絵馬に願い事を書く風習が生まれました。馬の絵が描かれた木の板が一般的ですが、最近は神社ごとに特徴があり、絵柄も様々です。この神社では、奉納された絵馬がトンネルのようになっています。絵馬には自分の願い事を書きます。例えば、健康でいることを願います。勉強や試験で成功することを願います。仕事がうまくいくことを願います。良い縁を願ったり、結婚を願います。家族の安全や交通安全を願ったりします。
これは鯛の形をしたおみくじです。赤と黄色の鯛は一般的なおみくじです。ピンク色の鯛は恋について書かれた恋みくじです。良縁祈願、愛鯛みくじと書いてあります。良縁祈願とは、素敵な人と出会えるように神様にお願いすることです。専用の釣り竿を使って鯛を釣り上げるそうです。鯛の尻尾におみくじが入っています。おみくじは占いの一種です。その年の運勢や今の自分の状況についての神様からのメッセージです。大吉、中吉、小吉、凶などいろんな種類があります。おみくじの種類と意味について一般的な例でお話しします。大吉は最も良い吉です。何事もうまくいく、願い事が叶うなど、とても良いことが書かれています。ただし、謙虚な気持ちを忘れずにいましょう。話の途中ですが、ここで川越氷川神社を出ます。参拝を終え、鳥居をくぐったら、神様の方を向いて一礼します。おみくじの説明に戻ります。中吉は大吉の次に良い吉です。良いことが多く、順調に物事が進むでしょう。ただし、油断せず、常に努力を続けることが大切です。小吉は全体的には良い兆しですが、少し注意が必要かもしれません。目標に向かって努力を続ければ良い結果が得られるでしょう。焦らず一つ一つ着実に進んでいくことが大切です。末吉は良いことも悪いことも起こりやすい、どちらとも言えない状態です。焦らず、じっくりと状況を見極めることが大切です。今日は良くないことが起こる可能性が高いことを示しています。健康に注意したり、トラブルに巻き込まれないように気をつけたりするなど、注意が必要です。しかし、今日を引いたからといって、すべてが悪いことばかりではありません。この機会に自分を見つめ直すことも大切です。恋愛や健康など、具体的なテーマについてのアドバイスが書かれていることもあります。恋愛運では、良い縁に恵まれますや、新たな出会いがありますなどが書かれています。また、会いたい人に会えるかどうかが書かれていることもあります。
おみくじは神社によってデザインや内容が違います。おみくじを引いた後は、書かれている言葉を参考に前向きに過ごしましょう。引いたおみくじを神社に結んで帰るか持ち帰るかは個人の自由です。私がおみくじで大吉を引いたときは持ち帰ります。大吉以外のときは神社で指定された場所に結んで帰ります。おみくじを結ぶことには神様とご縁を結ぶや運勢を好転させるといった意味があります。持ち帰った大吉のおみくじは、新しい年が始まる時期に神社へ返します。今日お参りした川越氷川神社の鯛みくじも持ち帰ることができます。鯛の中に入っているおみくじは、恋が実ったら神様に感謝し、神社に返すこともできます。多くの人が新年に神社を訪れ、おみくじを引きます。そして、一年の運勢を占います。それでは、また次の動画でお会いしましょう。